皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は静岡県浜松窓枠で開催されましたバンドメイドツアー2025の4公演目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。さいちゃんが地元の山梨県と富士山を取り合っている中なので同じようなもんと言っていた静岡県でのお給仕は私的には初なので楽しみです。メイドの日のお給仕、さらに広島岡山のお給仕が激しすぎて、さいちゃんもお互いちょっとやばいので瀬取り変えるかもみたいなこと言ってましたので、どんな瀬取りになるのかも楽しみです。今回の浜松窓枠のキャパは550人ということで、私はチケット落選組だったのですが、チケット当選したのにどうしても帰国しなくてはいけなくなったというフランス人のご主人様からメイドの日の翌日にチケットを救済いただいて、幸運にもなんとか帰宅できるという状況でした。それでやっぱりお名手なら当然天気予報を確認するわけですが、案の定警報級の雨に注意みたいな予報になっています。妻に、あんたらはお給仕で楽しめるからいいけど一般人にとって休日雨なのはちょっとだけ迷惑なんやけどみたいに言われてしまいました。梅雨時なのでさいちゃんのせいではないと思っておきました。それでお給仕当日の朝、大阪の自宅を出発するときは雨でした。雨の中出かけまして、新大阪から新幹線で名古屋乗り換えで浜松まで向かいます。久しぶりにこだま号を乗りました。それで浜松に着くと天気は完全に回復していました。最近このお給仕前日くらいまではさえちゃんがスカイクライアンセムで、お給仕直前になるとあーちゃんがショックドラムドライブをしてくれるというありがたい状況が続いているような気がします。それで昼前になってましたので、浜松といえばうなぎか餃子か爽やかのハンバーグだとすぐに思い浮かびますが、これからお給仕という時に餃子はちょっとやばいと思うのと、爽やかは入るの無理だと思いまして、浜松駅前の藤田といううなぎ屋さんでうな重を食べることにしました。一番安いのにしましたが、それでもさすがに美味しかったです。それでとりあえず会場を見ておこうと浜松窓枠に向かってみます。会場に着くとまだ12時過ぎなのに、すでに 2,3 人の知り合いのお名手様が並んでおられます。少し話とかしているとさらに知り合いのお名手様たちが増えてきたので、結局そのまま物販に並ぶ形になってしまいました。ご当地 BB シャツは多分緑だろうなと思っていたら、物販ブースの奥にちらっと見えたご当地 BB シャツはやっぱり緑で文字が赤でした。もうあれしかないなと思いましたが、この後の表示で判明します。インスタにも上がりまして、モデルは山梨と静岡は同じようなもんと言っていたさいちゃんでした。大当たりのビッグポスターはなぜか小本さん一人でしたね。それで物販開始時刻が近づくとかなりの列になっていました。物販のブースは目の前でよく見えますので、くじをほぐして入念にかき回すのが見えまして、上の方のやつを引く戦術は使えない感じでした。それで今回もご当地 BB シャツとくじ10枚購入することにしました。くじの箱は3つで、私は4人目でしたので2列目で引きます。くじの結果はサイン入りポストカード当たりました。あとトートバッグとお守りとトレーディングカード5枚です。トレカはあーちゃんが3枚被りましたが、初のミンチョ当たったのでよしとします。写真バージョンはまだ当たっていませんが、二次元バージョンは揃いました。それですぐ近くに撮っていたホテルにチェックインして、戦利品を置いてご当地 BB シャツを着て会場に戻ります。少しすると会場待ちの列に並ぶようにスタッフさんから指示が来ます。今回の私のチケットは76番とかなりの量番です。浜松窓枠は並ぶところが歩道になるので、番号のブロックごとに複雑な形で並びます。それで私は76番ということで早めに呼ばれまして、いよいよ会場に入ります。今回は前回の広島岡山の教訓を生かしてドリンクチケットを水に交換してポケットに入れておきます。会場に入ると前方の真ん中あたりは結構入ってましたので、上手民町側の端スピーカーの真ん前で最前列から3列目に位置取りました。でもこの会場はステージがかなり低く30センチくらい高いだけです。なのでドラムはバスドラの下まで全て見えましたし、ミンチョのエフェクターボードも見えます。横幅も狭く前回の岡山くらいです。それもあってかお立ち台はセンターだけでしたね。お立ち台の下に瀬戸りがあるのが見えましたが、さすがに内容は分かりませんでした。それでなんとお嬢様エリアは2階でした。2階のバルコニーみたいになっているところにお嬢様たちが並んでいる感じになっています。お嬢様エリアが2階なのは松山サロンキティ以来かと思います。見やすそうでしたね。それで開演を待っているとスタッフの方たちにもう少し前に詰めてくださいとか真ん中に詰めてくださいみたいな指示があって、またぎゅうぎゅうな感じになってきます。これがライブハウスのスタンディングの醍醐味でもありますよね。言い訳みたいですが、さすがにこの状態では演奏中のメモはしづらいので薄い情報になるかもしれませんのでご容赦願います。そ
それで私の隣は超古参の有名お名手様だったのですが、 BGM が前回の岡山だけ違ったみたいなことを教えてくれます。岡山ということでミサさん選曲だったのかもです。それでいよいよ帝国となり、 BGM は止んでニュー SE が流れてきます。ラスボス倒しに行くやつです。ギチギチの会場から歓声と手拍子が上がって興奮状態になります。上手から番目さんたちが入場してきた時にはさらに大歓声が沸き起こってメンバーの名前が叫ばれたりして会場は興奮マックスになります。 BGM が止んで一瞬の静寂が訪れて息を飲む音が聞こえる感じになります。そこにサイちゃんの歌声とミンチョのギターが響いてきます。今のところこのツアー不動の1曲目となるゼンです。イントロでいきなり全力のチャントになります。斜め横からではありますがすぐ近くでかつそんなに高くない位置で歌ってるサイちゃんと小鳩さんに目が釘付けになります。ミサさんは小鳩さんに被って少し見えにくい感じです。ミンチョは当然目の前です。でもあーちゃんがバスドラを踏む足も見えますし、こんなにあーちゃん含めドラム全体が見える機会はあまりないので、この日はあーちゃんをメインに見ることにしました。これって結構贅沢な感じです。サビ前のあーちゃんの笑顔で叩くドラムフィルを堪能して、サビではみんな手を挙げて大盛り上がりです。上げた手を下ろせないくらいぎゅうぎゅうでしたが、これが小さい箱でやるお給仕なので楽しいです。2メロ冒頭のあーちゃんの強烈なドラムを目の前で堪能して、2サビでまた盛り上がって、ギターソロの時にはミンチョがステージの前まで出てきてくれますので、もう目の前でミンチョのソロを見て聴けて幸せな気持ちになりました。ラスサビはまたあーちゃんのドラムを見ながら楽しんで、アウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりです。この日はほぼ最善だったからか、一番声援が大きかったような気がします。続く2曲目はなんとセンスでした。ここで順番変えてきました。イントロでは当然またちゃんとですが、密度がすごいので上がる手の数がめちゃくちゃ多く見えました。 B メロで歌うサイちゃんに見とれながら、ミサさんのすごいドライブのベースが体に響いてきます。サビではヘドバンです。もう汗がすごいことになってきています。間奏でちゃんとして短い2メロから2サビでまたヘドバンです。続くギターソロ前の C メロでは手拍子ですが、この時だけではないのですが、あーちゃんが歌いながらドラム叩いてるのが見えました。あーちゃんも楽しみながらドラム叩いてるんだなと思うと、こちらもすごく楽しくなりました。それでミンチョのギターソロをちゃんとしながら聴いて、1メロからラスサビで最高に盛り上がってアウトロでちゃんとです。続けての3曲目はプロテクト U でした。あーちゃんがブラストビートを叩く姿を見ながら、うーララララララのシンガロングです。サイちゃんと小鳩さんの声が聞こえないくらい会場から声が出てました。サイちゃんも小鳩さんもすでに顔に汗かいてるのが見えます。ミンチは涼しげな顔で余裕でギター弾いてます。師匠って感じがしました。それでサビで盛り上がりますが、やっぱりこの曲はよく見えるあーちゃんを見て楽しんでしまいます。めちゃくちゃ可愛くてかっこいいです。それで2メロに入ってジャンジャンの時に拳を振り上げるのは、今回は私以外にも何人か確認できました。ミンチョのエモエモギターソロを目の前に堪能して、1メロでの手拍子からラスサビです。サビに入るところのブレイクも芸術的でした。最後アウトロのうーララララララもう全力でシンガロングして、演奏も歓声も止まって、サイちゃんだけのうーララをすぐ目の前でしっかり堪能して大歓声です。ここで最初の MC となります。もう汗がすごいです。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたぽー静岡浜松に会場から大歓声が返ってスタートです。サイちゃんが上手の奥に行ってスピーカーの裏になって見えなくなってしまったので、小鳩さんに集中しますと言いつつ、スピーカーの隙間から見るとスタッフさんと話をしている感じでしたね。で小鳩さんが、皆様このぎゅうぎゅう感分かってもらえると思いますが、ソールドアウトありがとうございますぽーでまた大歓声となります。それであまりにぎゅうぎゅうで前が苦しそうということで、前へ行きたいという気持ちとは裏腹に一歩後ろに下がりましょうぽーということで、久しぶりに小鳩さんのせーの一歩ぽーが聞けました。でもほとんど変わってなかったと思います。でもスタンディングで前にいるということはそういうことなので問題ないですね。でも小鳩さんは苦しいよってなったら周りの人に教えてあげてっぽね、ご主人様お嬢様は紳士淑女だからというところでちょっと噛んでましたね。あーちゃんは楽しそうにニコニコしながら手を挙げたりしてました。それでいつものフレーズで、素敵な夜になりますように楽しむ準備はできてますかぽーで大歓声が上がって、それでは楽しんでいきましょうぽー、ようこそバンドメイドのお給仕へで大歓声となる中、次セクションスタートです。この最初の MC で横から小鳩さんを見る感じは新鮮でした。 MC 明けの4曲目はノーゴッドです。小鳩さんとサイちゃんがめちゃくちゃ煽ってきますので、ギチギチではありましたがちゃんとしながらジャンプです。さっきの一歩っぽは台無しになりました。ミンチョがステージのギリギリ前まで出てきてくれているので、本当に目の前にミンチョが笑顔でギター弾いているのを思いっきり楽しみます。ルールルーの時は小鳩さんもサイちゃんも
両手を前にちっちゃく出してルールルーってやってくれてるのがバッチリ見えました。それでサビでまた思いっきりジャンプしながらコール&レスポンスで盛り上がります。感想でジャンプしながらちゃんとしますが、この時にサイちゃんがなんか可愛いダンスしてるのをバッチリ見れました。ミネロのリズムに乗り込みをガママハっていうところ大好きですし、その後の小畑さんの英語のコーラスも大好きなので、サイちゃんと小畑さんめっちゃ見てしまいました。サイちゃんと小畑さんとたまに目があって、いいよいいよみたいに笑ってくれるのが嬉しいです。それで2サビを詰めるときでミサさんのベースソロの時には手拍子と歓声がすごかったです。その後の C メロの時は思いっきり手を掲げてサイちゃんの歌声を楽しみますが、このドラムがない時はあーちゃんも歌っている感じになってましたね。それでラスサビから最後アウトロでジャンプとちゃんとして曲終わりの大歓声です。ここでミサさんが前に出てきてスポットライトを浴びながらベースを弾き始めます。ベイドラセッションです。それであーちゃんにもスポットライトが当たってドラムが入ってきます。ステージを見たらこの時しかないみたいな感じで小畑さん、サイちゃん、ミンチョが後ろ向いて水飲んでましたね。ミサさんのベースがスラップになってあーちゃんのタムフレーズが激しくなってくると、最初は聴き入っていた会場も歓声が起きて最後はちゃんとになります。あーちゃんがミサさんのお菓子を食べてしまって申し訳ない気持ちも込めて作ったベイドラセッションを楽しみます。で、だんだんセッションが激しくなっていきます。会場もそれに合わせてちゃんとや歓声で盛り上がります。この時はドラムを叩くあーちゃんの笑顔をバッチリ拝めました。ベイドラセッション終わりで小畑さんの強烈なシャウトが会場に響きます。6曲目はトワイモアです。イントロでおー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 のシンガロングが響きます。会場の声しか聞こえないくらいです。A メロ B メロとサイちゃんのボーカルを見て聞いてサビでヘドバンです。感想でちゃんとしていよいよ2メロに入ります。この大好きなあーちゃんの鬼気迫るドラムを見て聞きたかったからですが、目の前でツインペダルでバスドラを踏む足まで見れて本当に最高でした。それで2サビ終わりでミンチョにスポットライトが当たって本当に目の前でミンチョがギターソロを弾いてくれます。ラッサビのあーちゃんドラムもすごかったです。サイちゃんがラッサビを歌い終わってなんかすごく気持ちよさそうになってたのを見れました。アウトロで思いっきりシンガロングして曲終わりで大歓声です。大歓声の中、6曲目となるリアルイグジステンスのイントロです。メドレーですね。サイちゃんのかかってこいやーの強烈な叫びに会場は思いっきり大声でのシャントで答えます。A メロは手拍子で始まってサイちゃんのかっこいいボーカルを見て聴きます。B メロでは200ごとのチャントですが、この時の会場の掛け声も力入ってました。サビに入ると会場前方はご主人様お嬢様の上げる手で埋め尽くされる感じで盛り上がってました。サビ終わりのサイちゃんのノノノで演奏はアフターライフのイントロに切り替わります。イントロでサイちゃんと小畑さんに煽られながら思いっきりちゃんとしますが、イントロ終わりでついつい手拍子しようとするのですが騙されてはいけません。ここから落ちサビになります。サイちゃんの吐き出す冗談だから小畑さんのどうせゆらみのシャウトです。両手で思いっきり小畑さんを指さします。楽しいです。それでラッサビになって手を振り上げながら盛り上がってアウトロはまた全力のチャントです。盛り上がります。最後のあーちゃんのドラムフィルを堪能して曲終わりの歓声が響きます。ここにサイちゃんと小畑さんのおーおーのコーラスが流れてきてアローンのイントロが始まります。でもすぐにイントロは終わってラッサビから始まります。ミンチョが入れながらギターを弾いてる姿をバッチリ目の前で見れました。サビ後半のあーちゃんのスネアとタムを一緒に叩くドラムを楽しんで、最後は大声となったおー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 のシンガロングでアウトロで全力のチャントです。続けてフリーダムのイントロからミンチョのギターソロスタートです。ステージ前の目の前で顔で弾くギターソロをやってくれます。ネックを立てて弾くやつもやってくれてましたね。ギターソロ終わりで C メロで200ごとのチャントで盛り上がって内サビに入って手拍子です。あーちゃんもスティック叩きながら楽しそうです。それでラッサビに入って会場の興奮は最高潮に上り詰めます。最後のアウトロではまた大声でのチャントになって曲終わりと同時にあーちゃんのドラムフィルとミサさんのベースフレーズからミンチョが真ん中に走っていってお立ち台に乗ってダイスのギターソロを弾いてくれます。私からは遠くなりましたが横から見るミンチョのソロも貴重です。それで落ちメロから C メロに入って会場は手拍子です。この手拍子もぎゅうぎゅうな会場なので圧巻でした。それでサイちゃんの絶賛モーメンからラッサビです。コミ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 は当然ですがエンジョイタイムとかトライマイベストとかシンガロングするの楽しいです。最後アウトロではやっぱり大声でのチャントになります。最後たまにやる曲終わりでサイちゃんが指を上げるのをやってくれてました。それで小畑さんがステージの前に出てきてリズムギターソロって感じで I Can Live Without You の落ちメロ前のリフをかき鳴らします。それで落ちサビスタートでサイちゃんの歌をじっくり聴いて大好きな落ちサビ終わりからのミンチョのギターフレーズを堪能して
それに続けてさえちゃんの I can't live without you からラスサビです。さえちゃんが全力で歌う感じのこのサビは最高です。思いっきり手を振り上げて盛り上がります。アウトロでちゃんとして曲終わりで You のおー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 のシンガーロングです。ここのシンガーロングは長めになっていたと思います。小本さんがピックを持った手を上げて煽ってきます。私が大好きなやつです。さえちゃんも負けずに目を見開く感じで両手を振って煽ってきますので、会場は大声になってました。それでラスサビから始まるのですが、さえちゃんがお立ち台で歌ってくれていたと思います。それでまたアウトロでシンガーロングです。あーちゃんもスティックを持った手を上げてシンガーロングしてました。You のこの一体感最高です。ステージと会場の息ぴったりで曲終わりとなって、ザ・ノンフィクション・デイズのイントロが流れてきます。それで、じゃ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 ーんからのイントロで咳を切ったように全力で大声のチャントになります。そこから落ちサビに入って会場は手拍子です。ギチギチの会場前方は手拍子もものすごい迫力になります。それでラスサビに入ります。何度も言ってしまってますが、本当にここは大好きなところです。さえちゃんと掛け合いみたいな感じになる小本さんのコーラスも大好きです。200ごとのチャントで盛り上がって、サビ後半のあーちゃんのスネアのロールも楽しんで、すぐ横にいるさえちゃんの Don't find myself とあーを堪能します。アウトロでちゃんとして、最後やってやったって感じのあーちゃんの決めポーズで曲終わりです。そこに小本さんとさえちゃんのランランラララランラランの歌声でメドレー最後のマナーズです。一瞬ですが、子供の頃に放課後遊び疲れたところに帰宅を促す音楽が流れてきたような、終わってしまうのかという少しの寂しさと、それ以上の満足感を感じました。この曲もラッサビスタートです。のところを思いっきりシンガーロングしてたら、さえちゃんと目が合った気がしました。気がしただけですが。それで曲最後の C メロ的なところに入って、シンガーロングしながらさえちゃんの歌と小本さんのコーラスとみんなの演奏に聴き入って、最後はやっぱりじゃーんじゃーんじゃ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 んみたいなかっこいい締めがあって、メドレー最後の書き鳴らしになって、さえちゃんのありがとうでメドレー終了です。このメドレーは本当にすごいです。何度見て聴いても最高です。メドレー終わりで大歓声が収まらない中、ミンチョが前に出てきて低い姿勢でギターをかき鳴らします。メドレーに続けての15曲目はシャンブルズですね。ミンチョが本当に目の前でシャンブルズのイントロリフを弾いてくれます。これって贅沢ですよね。贅沢をかみしめながら思いっきりちゃんとします。A メロでサイちゃんのボーカルと掛け合いみたいになる小本さんのコーラスを楽しんで、サビではまた会場はご主人様お嬢様の振り上げる手で満たされて、最後の Do It はみんなで思いっきり指を立てて手を挙げます。感想でちゃんとして2メロに入りますが、2メロ冒頭のあーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムキルを待ち構えて聴いて、2サビでまた手を振り上げながら盛り上がりますが、もう汗がすごすぎます。ギターソロ前のあーちゃんのドンドンドンの時に拳を上げるのも今回は仲間確認できました。それでミンチョのギターソロです。顔で弾いてくれました。その後の内メロからだんだん盛り上がっていくところは手拍子で一緒に盛り上がります。前回の動画でサイちゃんがライカフィアスタイガーって歌ってるのを初めて知ったとつぶやきましたが、今回実はタイガーだけだったというのを確認できました。それでラッサビで盛り上がって人間版実際音がうまーから最後サイちゃんのはーを思いっきりサイちゃんを見ながら聴けました。曲終わりの書き鳴らしが終わって大歓声となりますが、ここで2回目の MC となります。サイちゃんの盛り上がってるか浜松で大歓声です。会場から暑いとかの声が上がって、サイちゃんが今日もクソほど暑いとか言ったので、私のさらに上手にいたお名手様が口が悪いとか言います。で、小本さんが口が悪いとか言っちゃダメっぽーみたいに注意します。それで小本さんが続けて、口は悪くないっぽ、くっそ暑いんだから仕方ないっぽと素晴らしいフォローを入れてきて、会場から大きな笑いが起きます。サイちゃんはただただ口が悪いって自覚してましたね。さやちゃんがメッシュの手袋みたいなのしてないのを今更気づきましたね。確認するとツアー開始の LINE キューブからそうみたいです。暑いんでしょうね。実際さやちゃんはこのツアー暑いしか行ってないとか言ってました。小本さんはご主人様お嬢様も絶対暑いっぽねとか言ってくれてました。それで小本さんが熱中症とかなるかもっぽみたいなこと言ったら、さやちゃんが私たちのお給仕は危険だとか言って会場から笑いが起こります。それで浜松は初めてで、この浜松窓枠はすごくやりたかったライブハウスとのことで、小本さんがここでソールドアウトは大変なことですっぽーとか言ってましたが、そうなんですね。550人のキャパはさすがにソールドアウトになると思いますけどね。それでセットリストの話になって、激しいセトリが続いているという話になった時に、さえちゃんが期待してきたのに急に静かになっても困るよねとかツッコミを入れてきます。
それで広島から入れてきたメドレーの話になって、さえちゃんが2月の番外編でやってツアーの各地でもやりたいということになったという説明をしてくれます。で、会場からかっこよかったよーって声が上がったのですが、さえちゃんが聞き取れずに、タタタタ、お馬さんとか言って、小鳩さんにタタタタとか言うわけないっぽー、かっこいいって言ってくれたっぽーみたいに突っ込まれます。で、さえちゃんはかっこいいって言ってくれるのすごく嬉しいとか言ってましたね。確かに若い女性がおっさんからかっこいいって言われるのなかなかないことだと思います。まあおっさんから言われるのが嬉しいのかどうかはわかりませんが。で、さえちゃんがメドレーめちゃくちゃ大変で同じテンポの曲がないみたいに言ってテンポ変えていいって頼んでも却下されたという話をしてくれます。確かにこれ演奏するのめちゃくちゃ大変だと思います。で、さえちゃんが好評だから違うのもやりたいねみたいに言って会場から大歓声が上がるのですが、後ろのミンチョとかミサさんとかあーちゃんが無理無理みたいに渋い顔してたので、慌ててさえちゃんが私が今思っただけみたいに盛り上がった会場を収めます。でも会場は盛り上がったままなので、さえちゃんが聞きたいとそうに決まってることを聞いてきたので、当然会場からは聞きたいって声が上がります。で、さえちゃんが考えときますみたいになって、でもこういうこと言うといつからやるんですかって小鳩に聞かれるんだよみたいなこと言ってました。それで会場から新潟とか声が上がるのですが、さえちゃんが私たちお給仕だけじゃないんでねみたいに否定します。で、そのお給仕だけじゃないということで EP 制作の話になります。さえちゃんがいつ出るのかと思ってるかもしれないけど、私たちにも分かってないみたいに言って会場から笑いが起こります。小鳩さんもまだ歌詞必死に考えてるっぽーとか言って、さえちゃんが年内には出せると思うので首を長くして待っててねって言って会場から拍手と歓声が上がります。それですごく素敵な EP になるということで、さえちゃんが EP だからって気抜くなよって会場に行ってきて笑いと歓声が起きます。それでグッズの紹介に移ります。たくさん出してるということで、小鳩さんがグッズの写真の話をしていたら、さえちゃんがクレーム来てる、老眼にはきついんですけどみたいなって教えてくれて会場は笑いに包まれます。確かにきついです。小鳩さんがインスタの方は大きいぽーとか言ってましたね。この時にミンチョはドラムの椅子に座って休んでいて、あーちゃんとミサさんは上手の後ろでくつろいでましたね。それでさえちゃんが決して私たちはアパレルとかやろうと思っているわけではないんだよみたいなことも言ってました。新作の出るスピードはアパレルメーカー以上な気がしますけどね。それでまずはツアーの T シャツの話になって、ナラティブズライブラリーということでさえちゃんが新聞みたいなやつとか言ってました。で、実はプリントするのが大変なほど細かいので工場と相談してなんとか作ってもらったらしいです。グッズにかける情熱がすごいみたいなことを言っていたと思います。あとはローズ T シャツの話で、白は出したので黒ボディに青のやつを出したということと、レディトゥーロックのロゴ T シャツの話になった時に、さえちゃんがレディトゥーロック知ってますかみたいにとぼけたことを聞いてきたので、久保田さんがさすがに今日来てる人たちはみんな知ってるはずっぽってなります。すると何を思ったのかさえちゃんが、どのサブスクで聞いてますかみたいに会場に聞いてきます。小鳩さんに市場調査するんですかポーみたいに呆れられますが、さえちゃんはスポティファイの人とか聞いてきます。で、あまり手が上がらなかったのか、急で上げ損ねたのかなとか言いながら、Apple Music の人とか聞くのですが、あとなんだっけみたいな感じになって、会場から LINE Music って声が上がって、それそれみたいになります。あと YouTube とか Amazon Music とか一通り聞いて満足して終わりました。サブスクの会社からしたら興味深い調査だったかもしれないですね。それでホワイトロンティーの紹介になって、さえちゃんがロンティーは白が売れるのとか言ってましたね。その気持ちわかる、通じ合ってるねとかも言ってました。あとはトレーディングカードデザインの T シャツとフェイスタオルの紹介からくじの話になって、さえちゃんが景品とかなんか違うみたいな感じになって、お品物とかさらに違う感じの単語を言ってました。で、グッズの紹介に戻って、キャップとショルダーバッグの話になって、会場からソールドアウトしたって声が上がります。やっぱりショルダーバッグ人気ありますね。で、さえちゃんがすみません在庫管理してないみたいで、でもちゃんと追加発注しましたよとかアパレル屋のように言って、小鳩さんもいつか手に入れられるといいっぽねとか言ってました。あと、くじの景品のコインケースとかお守りの話をして、アクスタの話になった時に、さえちゃんが私は休みの時とか引きこもってるんだけど、私のアクスタ持ってみんなが外に連れて行ってくれてるの X で見たみたいなことを言いました。確かに最近よく見ます。それでグッズの紹介を終えて、ミサさんの乾杯というか開封の儀に行こうとした時に、会場からご当地はって声が上がって、さえちゃんも小鳩さんも慌てて、やばいご当地忘れてた危ねえみたいになって、ナイス賞あげますみたいにありがたがってました。さらによっぽど嬉しかったのか、みんな拍手みたいになってました。
それで気を取り直してご当地ベースボールシャツの話になるのですが、まだ小鳩さんはすごい大事っぽーとか、さえちゃんがインスタ上げてたのに本当に忘れてたみたいになってました。それで今回は色を会場に当ててもらうということになったのですが、当然私も含めかなりのご主人様お嬢様は分かってます。なのでさえちゃんが正解を言わない感じでお願いしますみたいに無茶な要求をしてきます。で、なんとか会場から三日日みかんって声が上がりましたが、さえちゃんは知らなかったようで小鳩さんが説明してました。で、静岡茶って声が上がって、小鳩さんが小鳩も最初静岡茶と思ったっぽ、小鳩と一緒っぽとか言ってもらえてましたね。羨ましいです。それで結構後ろの方のお嬢様からだったと思うのですが、言ってはいけない爽やかなロゴって声が上がって、小鳩さんもさえちゃんも慌てて、今のなしみんな忘れてみたいになります。で、もう一回外れを言ってくださいみたいななかなか難しい注文にハンバーグって答えて、なぜかさえちゃんがハンバーグしようみたいにハンバーグって言ったのが面白かったです。で、もう潮時ということで、正解は緑に赤で爽やかなロゴということでした。テンスアニバーサリーツアーの時のライブロキシ静岡の時と同じということで、さえちゃんが前回も使ったって言った時に、結構前にいたご主人様がその時のご当地 T シャツを着ていたみたいで、あ、着てるみたいになってましたね。それでミサさんが待っているということで開封の儀になります。ミサさんが前に出てきてお立ち台に乗るのですが、どうも今回はジョッキ缶を持ってきてまして、さえちゃんに今日ビール違うじゃんとか言われてました。ミサさんがふわって泡が出てくるやつって説明してくれて、口での真似もやってくれるということになります。で、小鳩さんとさえちゃんがマイクをミサさんの口に向けるのと缶に向けるのをどっちがやるみたいにわちゃわちゃしてしまいます。で、なんとか配置についてミサさんが蓋を開けますが、さすがミサさんで綺麗にパカーンみたいに音がマイクのエコーにも乗って歓声が上がります。するとミサさんが言った通り泡がふわっと出てきたのですが、なぜかミンチョが寄ってきてその泡を口で吸い取ります。なんかめっちゃ可愛かったです。で、ミサさんが口真似でパーみたいに言って笑いと歓声が起きます。で、また泡が出てきたところをまたミンチョが泡を吸いに来ます。ミンチョはお酒弱かったはずなのにビールの泡は好きなんでしょうか。で、乾杯やってないと気づいてミサさんが乾杯って可愛く言って、会場からは可愛くなく思いっきり乾杯って返して拍手が沸き起こります。それで少しビールの泡がこぼれて濡れたお立ち台をあーちゃんが吹き出したので、さえちゃんがメイドですよってまた自分もメイドであることを忘れて言っちゃいます。で、小鳩さんがそれでは次のお時間に行きましょうぽって言っていきなりおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに突入します。それで今日もゆるい感じになっておりますが、おまじないタイムを強行していきたいと思いますぽーって言って始めようとしますが、ちなみに今日初めてというご主人様お嬢様っておられますかぽーって会場に聞いたら、ちらほらとしか手が上がらなかったので、小鳩さんが少ないって安心して、ここから富士山まで聞こえちゃうくらいの声をこの窓枠から聞かせてやりましょうぽーっと煽ってきて、萌え萌えと始めます。会場からかなり大音量の萌え萌えが返って満足そうにしますが、確かはいみたいに返した人がいて、小鳩さんが新しいぽーって驚いてましたね。それで萌え萌えキュンキュンってやって、静岡とか浜松とか爽やかとかやります。で、小鳩さんが2階のお嬢様エリアの方を見て、せっかくだからと小鳩さんの好きなお嬢様萌え萌えってやって、お嬢様たちから可愛い萌え萌えが返ってきて、可愛いみたいになります。で、やろうども萌え萌えって小鳩さんらしくない、いやらしいかもしれないことを叫んで、やろうどもから思いっきりのぶとい萌え萌えが返って、後ろのメンバーたちが笑って、ミンチョからやろうどもはちょっと違うと思うって柔らかく注意されます。今日はサイちゃんも小鳩さんも口悪い感じになってますね。で、小鳩さんは言い直して、ご主人様萌え萌えってやって、またお嬢様萌え萌えってやって、可愛い萌え萌えを堪能します。あとは全員でということで、萌え萌えキュンキュンにバーンメイとかやりますが、いつものようにマイクを外して地声になって、バーンメイとか世界征服とか富士山とかやります。それでここから新しい感じで、バンドメイドでバンドメイドって返して、世界一とか日本一ってやって、目指すっぽーって続きものみたいなのをやって、最後バーンでバーンって返して、メイでメイって返すやつをやって、ズッキュンバッキュンドキュンで手をくねくねさせながら、ニョロニョロニョロうなぎパイで会場から笑いが起きて、萌え萌えキューンでおまじないタイム完結です。この毎回違うバージョンを見て聞けるのは帰宅特権ですね。
MC 明けとなる16曲目はブライテストスターですが、この日も小畑さんのリズムギターソロから始まる拡張イントロバージョンです。パワーコードを弾くような感じなのですが、めちゃくちゃかっこいいです。10小節以上あったと思いますので、かなり長い拡張イントロです。もうこの時からちゃんとが起こってました。それで小畑さんのああいうゲームから通常イントロになり、さらにちゃんとの声が大きくなります。サビでは目の前の小畑さんとミンチを見ながらジャンプして盛り上がります。それで感想でまた思いっきりちゃんとです。ブレイクした感じで2メロに入って、ミサさんのベースが轟くように入ってくるところがすごく好きです。それで2サビでジャンプしながら楽しみますが、あーちゃんの笑顔のドラムもたまりません。それで C メロからギターソロです。ミンチは背を向けている感じですが、小畑さんのギターを弾くところは真正面です。めちゃくちゃうまいです。それで手拍子で答えの落ちサビになって転調するラスサビになりますが、ここ歌うのかなり難しそうですが、いつも小畑さんは完璧に歌ってるのでやっぱりすごいと思いました。最後は小畑さんのゲームで締めです。大歓声と拍手の中、17曲目となる Get to the Top に突入します。目の前でミンチョの華麗なギターリフトを見て聴けますし、あーちゃんの激しいドラムもバッチリ見えます。会場は思いっきりちゃんとしたりしながら盛り上がります。ミネロ的な感じになって、ミサさんのベースソロで大歓声となって、小畑さんにスポットが当たって、あーちゃんのものすごいドラムフレーズがあって、ミネロ終わりくらいまで行きます。それでブレイクして、ミンチョが真ん中の立ち台でスポットライトを浴びながらのソロになるのですが、小畑さんが完全のステージ前まで来てギターを弾いてくれるので、目の前で小畑さんがかっこよくフラッピービジョンを弾いてくれているのを興奮しながら見て聞きました。いやいや、めちゃくちゃかっこよくて可愛いです。最後のアウトロ的なところまで会場は思いっきりちゃんとしながら盛り上がって曲終わりとなります。続く18曲目は岡山でもやってくれたプレイでした。ステージで戻ってきたサイちゃんが思いっきり煽ってくるので、会場は大声でのチャントになります。サイちゃんはお立ち台、リサさんもミンチョも小畑さんもステージの前に出てきます。もう盛り上がらざるを得ません。2メロの時は独特のチャントになりますし、少しだけコール&レスポンスありますよね。プレイっていうやつです。それでサビでは思いっきりイエイ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 とウォー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 のコール&レスポンスです。もう会場からの声しか聞こえません。サイちゃんも笑ってました。2メロに入って B メロで全力の手拍子です。2サビでも思いっきりコール&レスポンスして、8サビ前のところで私的に大好きなサイちゃんのシェキバーディーに続けて小畑さんがピッと持った手を挙げてハンザーっていうところを見てきてました。至福です。それで最後思いっきりイエイ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 ウォー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 叫んで、最後の C メロ的なところのサイちゃんの歌を楽しんでアウトロで全力チャントです。補給時でのプレイはやっぱり楽しいです。曲終わりでの大歓声の中、19曲目となるマギーのイントロです。休む暇もなく全力でちゃんとしながらジャンプです。B メロで手拍子しながらだんだん盛り上がっていって、サイちゃんの Are you ready? Gimme gimme ジャンジャンジャンでフライングでジャンプしながらサビに入ります。で、思いっきりジャンプして最後大好きなゲゲゲックハイから感想のチャントとジャンプです。もうふくらはぎがつりそうでした。2メロも同様に盛り上がって C メロに入ってミンチョのギターソロです。大歓声とチャントで答えます。それで落ちメロでの手拍子です。もう本当に好きですし、最後のサイちゃんの早口の英語のところも大好きなところです。それでラスサビでまた思いっきりジャンプして、そのままアウトロでちゃんとが加わるジャンプで曲終わりです。もう足はガクガクになりました。でも気持ちいいです。ここでミンチョが前に出てきてリフです。20曲目はドミネーションです。大歓声が上がります。サイちゃんのいくぞーの叫びと煽りに結構上がらなくなってきた手を無理やり振り上げて全力のチャントで答えます。A メロに入って一瞬手を下ろして踊る感じになって上がらなくなりそうな腕を休ませます。でもそれは一瞬ですぐに宣告せよからのサビが始まります。思いっきり手を振り上げながらハローハローのコール&レスポンスです。感想ではまた思いっきりちゃんとです。それで2メロのミサさんのベースを楽しんで2サビ前のあーちゃんのところにみんなが集まるのを目の前で見れましたが、あーちゃんは変顔してませんでした。可愛いままでした。それでサビでコール&レスポンスしてギターソロ前のところは200ごとのチャントでミンチョのギターソロを迎えます。それでラスサビから C メロに入って最後ハローハロー叫んでアウトロでのチャントで曲終わりとなって大歓声となります。やっぱりお給仕といえばのドミネーションです。楽しすぎます。続けての21曲目はフォービドンテールです。サイちゃんとミンチョにスポットライトが当たってスタートです。冒頭のサイちゃんのボーカルに聞き入って一瞬体力が回復します。でもサビに入るとまた全力で腕を振り上げて盛り上がります。サビの Everybody knows nobody knows というところでサイちゃんがコール&レスポンスを試していたように思います。ということはここ思いっきり歌っていいということですね。次からそうしようと思いました。また全力で腕を振り上げて盛り上がって感想では全力のチャントになります。
2メロに入ってジャジーな感じになるところ、あーちゃんのスネアを叩く左手を見ていたのですが、さすがにトラディショナルグリップにしていなかったですね。でも変態リズムはすごかったです。それで2サビでまた気持ちよく盛り上がって、サビ終わりのリアル感性もすごかったです。荒削りな感じだけど勢いがすごいドミネーションから、この複雑で重厚だけど球児ではものすごく盛り上がるオービドンテールの対比は味わい深いものがあります。そんな味わい深い曲を楽しみながら、最後壮大な感じで盛り上がっていって、最後の最後はまた激しいアウトロになって、会場も全力のチャントで盛り上がって曲終わりとなります。続く22曲目はなんとベスティでした。ついにこのツアー初のバラード系の曲です。実は開演を待っている時によく見えたドラムセットにスプラッシュシンバルがあったので、ひょっとしてメモラブルをやるつもりかと思っていたのですが、ベスティでした。この激しいセトリに入れてきたベスティはなぜかいつもより心に染み入る感じでした。会場は揺れながらサイちゃんの歌と小畑さんのコーラス、ミンチョのリグ、ミサさんのベースライン、あーちゃんのドラムに酔いしれる感じになります。乾いた体に綺麗な水が染み込むようなものすごく心地よい感覚になりました。2メロになってサイちゃんが軽やかに歌う感じになるところは大好きなところです。それで2サビで C メロ的になるところの小畑さんのコーラスがめちゃくちゃ綺麗で痺れました。それでミンチョのエモエモなギターソロです。目の前で弾いてくれてます。多分目がハートになっていたと思います。ミサさんのエモいベースにも酔いしれながらラストサビまで堪能して、最後のミンチョの優しいリフにサイちゃんのありがとうで曲終わりです。会場から上がる歓声の中、サイちゃんの浜松ありがとうで最後の MC になります。サイちゃんのはにかみながら久しぶりのベスティでしたに会場から最高の声が飛び交います。サイちゃんがそう言ってもらえてよかったよって泣きそうなふりをします。小本さんも泣かないけど気持ちは泣いてるっぽねみたいに言うのですが、サイちゃんは汗以外の水分が出ないって言って会場から笑いが起きます。体の水分量は決まってるからねとかも言ってました。それでセトリの話になって小本さんが素敵な曲がたくさんありましたっぽねって言って、サイちゃんが新旧織り交ぜた感じになってますみたいに言って歓声が起きます。それで小本さんが素敵なセットリストだと思いますっぽって言った時に、なんかサイちゃんが不満そうに、皆さん今のでいいんですか、なんか嘘っぽいとか言い出して、営業メイドですかとか営業来るっぽですかとか言われて、小本さんが本心メイドですっぽ、営業来るっぽって何ですかっぽ、設定みたいなこと言うのやめてもらっていいですかっぽって怒ります。でもサイちゃんはやめずに、営業来るっぽじゃないんですかとか煽って、小本さんが違いますっぽ、本音来るっぽですっぽってよくわからないことを言って、サイちゃんにそれはそれで困るみたいに言われてました。いつもの漫才みたいなやつですね。会場も温かい笑いになってました。で、話題を進めて浜松で美味しいものを食べたという話になって、うなぎを食べたということと、ミンチョが浜松餃子を食べたと紹介してくれます。一瞬餃子食べたんだと思ったのですが、すかさずミンチョが大丈夫ニンニク抜きのやつってみんなの心配を払拭してくれます。さえちゃんが本当かなとか言うので、ミンチョがあーちゃんの顔の前ではーってやります。で、あーちゃんが臭くないですって言ってました。それでミンチョがキャベツとかいっぱい入っててすごいシャキシャキしてて美味しかったですって言って会場から歓声が上がります。で、小鳩さんとさえちゃんが美味しいものを食べるのはツアーの醍醐味ですねとか言ってた時に、さえちゃんが思い出したように X のハッシュタグバンドメイド見てましたって言って、お前らすごい宴してたなーって言ってきて、会場から見てるんだという驚きのどよめきと笑いが起きます。さえちゃんが続けて、ここは赤星でここは朝日かとかのビールチェックしてましたとか細かいこと言ってました。それで私も飲みたかったなとか言って、小鳩さんに終わってからにしましょうっぽねって諭されてました。それで小鳩さんが話を進めようと、ロックアレディのたしなみでしての話に持っていきます。あーちゃんとミサさんが後ろでコソコソした感じでなんかやってたのですが、あーちゃんが前に呼ばれて、さえちゃんが毎週あーちゃんとテレビ電話でリアタイしながらポストもしてるって話してくれます。確かにそうですよね。それでさえちゃんがあーちゃんは地声でいいよねということで、あーちゃんがはーいって言ったので、小鳩さんが2階も聞こえたっぽって聞いたら、2階のお嬢様エリアから聞こえたって声が上がったので、あーちゃんがよかったですって言ってました。で、さえちゃんがよく通る声なのになんでドラマーなのとか聞いたら、あーちゃんがボーカルになりたかったよって意外なことを言ってきます。するとミサさんがいいなとか言ったのを受けて、さえちゃんがミサちゃんは一生声が通らないからねとか言ってきます。なんでもスタジオとかでミサさんが喋っても全然聞こえてこないらしいです。で、聞き返したりしたらミサさんが怒るらしいです。なんとなくわかりますね。でも小鳩さんがたまに意図しないところですごい声出るときあるっぽーとか言って、さえちゃんも同意してましたね。
で、ミサさんが何か言ったのがイヤモニを通して聞こえたみたいで、サイちゃんがミサちゃんの声が脳内で響いたとか言って何の話かわからなくなってきて、小畑さんが何の話だっぽみたいになります。で、サイちゃんとあーちゃんが2人で見てるって話だよって終わりそうになるのですが、サイちゃんがもうちょっとどうでもいい話していいって言い出します。サイちゃんとあーちゃんの話になってるので、後ろでミンチョがミサさんの裏地の刺繍を見たりしてましたね。それでサイちゃんが最初の頃はあーちゃんから一緒に見るとか聞いてきて、このアニオタは優しいタイプだとか思ってたんだけど、だんだん LINE が雑になってきて、今日どうみたいになってるとか言って、今週は壁から見てるみたいなスタンプだけになったって言って笑いが起きます。あーちゃんもこういうスタンプってグーみたいなポーズしてくれます。で、またあーちゃんがポストするので X 見てくださいねという話になって、小畑さんがみんなで見ましょうポホって締めます。それでやっと次の話題に移って、サイちゃんがメイドの日に私の肩のトゲトゲが1個なくなったんだけどって言って、今日復活しましたって言って会場から歓声が上がります。小畑さんが言うには SE が流れる1分前くらいに復活したらしいです。ということで、レディートロックもよろしくという脈絡はわからない締めになってました。続けて7月4日から桃源暗記のエンディングテーマソングの What is Justice の話になったのですが、サイちゃんがまだ聞けませんって言ったのがなんか面白かったです。それで全国ツアーもまだまだ続くということで、サイちゃんがなぜかラップ風にファイナルラウンドは先行発売中みたいに言って笑いが起きてました。それで MC も終わりということで、小畑さんがみんな持ち場に戻るぽーって言ったら、サイちゃんが持ち場ってみたいになんか受けてましたね。で、サイちゃんが小畑さんにお給仕初めての人結構いたって聞いて、小畑さんがそんなにいなかったっぽって答えたら、サイちゃんはじゃあこんなのも慣れっこだねって言って、じゃあ浜松ラストスパートいけますかの叫びです。会場から同意の大歓声が上がって、そんなもんじゃねえだろうのさらなるお叫びでラストスパートに入ります。ラストスパート最初となる23曲目は、現状このツアー固定となっているアンリッシュです。サイちゃんのボーカルからイントロになって、元気いっぱいになった会場から大声でのチャントになります。目の前でサイちゃんが腕振り振りダンスしてくれました。のシンガロングから私的に大好きなサイちゃんの劇場的エモーションからサビに入って、手を上げながら盛り上がってダンダンディディダンダンです。感想でまた全力のチャントになりますが、ライブハウスで最前列近くにいると後ろから来るチャントの迫力もすごいです。2メロから2サビでもダンダンディディダンダン叫んで、C メロの手拍子から認知のギターソロです。ちゃんとしながら認知の表情とギターを交互に見ながら忘れずにだんだんディディだんだん叫びます。それでラスサビになってアウトロでまた思いっきりのちゃんとで盛り上がって、だんだんディディだんだん叫んで曲終わりです。続く24曲目は玉屋です。そういえばミラーボールの存在を確認していなかったことに気づいて、頭上を見ると私の位置より少し後ろの天井に吊るされていて、すでに光が当たっているのを確認できました。イントロでは思いっきりジャンプしながらちゃんとです。A メロ B メロと気持ちよく踊りながら楽しんで、サビでジャンプです。思いっきり楽しそうにジャンプしながら歌ってたら、あーちゃんと目が合ってめっちゃ笑ってくれてました。後であーちゃんが X にポストしてた、距離が近かったので会場にいる全員の顔を見れた気がするのうちの一人だったに違いないと思います。この頃にはジャンプしたこともあって、前方はもみくちゃな感じになってましたので、みんな密着しながらちゃんとしたりジャンプしたりで、本当に激しい夏祭りの感じになってます。それでソロパートになって全員でのソロバトルです。リサさんとミンチョのソロバトルがあって、あーちゃんのドラムソロは初めて目の前で見て聴けました。小松さんのリズムギターソロも堪能してラスサビです。さらに高くジャンプしてアウトロの全力のチャントで曲終わりです。大歓声の中、25曲目のチューズミーのサビから入るサイちゃんの歌声です。当然会場は息の合った手拍子です。イントロではチャントになります。サビ前のところのチャントも迫力ありました。それで気持ちよく手を振り上げて踊りながらサビを楽しみます。2メロ2サビも同様に楽しんで、認知のギターソロです。もう会場は大興奮で歓声が上がって、ちゃんとしながら認知のソロに聴き入ります。こんなに近くでチューズミーのソロを見て聴けるって幸せな感じでした。それで C メロの手拍子からラスサビで盛り上がって、認知の2回目のソロではまた全力のチャントです。最後サイちゃんの迷わずチューズミーの時に思いっきりサイちゃんを両手で指さして曲終わりです。それでサイちゃんのありがとう浜松、次がラストの雄たけびです。もうラストはあの曲だと分かっているので、心も体も準備万端で待ち受けます。そうです、このツアーのお給仕のラストを飾る26曲目はレディートゥロックです。ミンチョ目の前、あーちゃんもバッチリ見える状況でのイントロです。ミンチョもあーちゃんも最高にロックです。この一瞬のチャンスにサイちゃんとミサさんと小本さんが水飲んでましたね。会場ももう最後なので思いっきり踊りながら盛り上がります。
おおおおのシンガロングも会場から声出てました。それでサビの時は今回もダンスもどきで楽しみました。おおおおおのシンガロングも楽しいです。感想では全力のチャントです。2メロでリズムが変わるところも飛び跳ねながら楽しんで、久保田さんのやめられないしやるしかないなぁとさえちゃんのあーを目の前で堪能します。それで2サビも思いっきり踊ってシンガロングして、いよいよミンチョのギターソロです。ギターソロもちゃんとしながら堪能して、落ちメロでは手拍子です。でラスサビ冒頭のあーちゃんのバストラどこどこを見て聞いて、最後の力を出し切る感じでサビを楽しんで、アウトロ的に冒頭と同じメロになるところがあって、曲終わりというかお給仕終わりの口慣らしになります。さえちゃんのありがとう浜松、また帰ってくるぞ、また会おうね、バンドメイドでした、最後までついてこいよ、ありがとうの叫びが上がって大歓声となって、かき鳴らしが終わって、久保田さんのいってらっしゃいませご主人様お嬢様、またお会いしましょうぽ、バンドメイドでしたっぽ、バイバイくるっぽで、私的にもワンメさん的にも初の浜松でのお給仕は幕を閉じました。もうすべての力を出し切った感じの疲労と満足感と高揚感に包まれました。ピック投げの時に目の前でさえちゃんが満面の笑みで手を振ってくれています。3列目ということで近すぎてピックは頭上を通過するばかりでゲットできませんでしたが、ピックを投げてる小畑さん、ミンチョ、ミサさんを下から見れるのはレアなのでよしとしました。しかしこの浜松窓枠の狭くてステージも低くて本当に一体感のあるライブハウスでのお給仕は最高の最高でした。最前列付近でもみくちゃになりながら汗まみれで騒いで歌って笑って泣いて、メイドさんたちと一緒に遊べた感じがして本当に楽しかったです。まさにライブハウスの醍醐味を味わえました。いつものさえちゃんのポストは浜松ありがとうございました、いやー今日も暑かった、気持ちよかった、みんな最高ね、来たかった場所に来れてよかったし、ソールドアウトパンパンありがとね、また楽しいことしましょうかでしたね。私も来たかった場所に来れてよかったですし、また楽しいことしたいです。私の次回お給仕帰宅は1週間後の新潟ロッツです。またまた旅行気分で楽しいお給仕に向かうことができます。お給仕が続いて動画投稿が追いついていませんが、でき次第アップしていきますので申し訳ないですがご容赦お願いします。それではまたワクワクしながら1週間を過ごしたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。